はい、こんにちは。今日はね、2025総集編、前編、やっていきたいと思います。例年通り、1年間やってきたことをざっくりまとめたような感じになってるんだけど、なかなかこれ、シーンを厳選するのが難しくって、今年はちょっと長めになっちゃってますねとにかく美味しいシーンをてんこ盛りしてるのでごゆっくりお楽しみください。ということで行ってみましょう。まず中心部の可動部品はもちろんベアリングを使います。この外輪と軸が別々に動くので、ここに刃物をつけてハサミみたいな機構を作る。よし、こんな感じかな。あとは持ち手をくっつけて、こんなもんかなってな動きなんだけど、さっきの動きだと単純に刃物がぐるぐる回っちゃってたので、ここを改良します。で、簡単に話をすると、可動部品として使ってたベアリングの代わりにこのモーターを組み込むってな話なんだけど、これでいい感じに動くんじゃないか？あれ？これ構造上の欠陥と言ってもいいんだけど、動かしたい部品を手で掴んでる状態になってるので、手で動きを止めちゃってますねとりあえず片手で動かしてみるとちゃんと動くので、片手で使う想定でいってみましょうか。ただ実際に動かそうとしてみると、この世界では横に伸びたものをぶった切りたいシーンってのはそうそうないので、縦というか斜めにする必要が出てくるんだけど、こうなってくると結構使い勝手が悪いですねとはいえ動き自体はかっこいいので、このまま進めます。はい、若干の微調整をしたんだけど、これで試してみると、全体が重くなったせいか、ちょっと動きが鈍くなったかもしれない。レンチの本数を増減させながらちょうどいい出力を試してたんだけど、よし、なんやかんやってこれで電動大バサミが完成しました。よし、じゃあ最後にこれで交渉を壊しに行ってみましょう。いざ。一応ダメージは入ってるし、刃を破損しながら削っていく想定ではあるんだけど、結構使いにくいかもしんないこうなったら力技でぶん殴りましょうかっていうか、ハサミと石なのでじゃんけんだと必ず負けるんだけどとかなんとか言いつつも、なんとか交渉を破壊することができました。最後は無理やり感はあったんだけどで、その辺のリベンジも踏まえて、さらにこいつを応用したオリジナル武装を作ってみようかな。で、ソーシングとして考えた場合、モーターが外側についてるとバランスが悪くなるので、
モーターを内側に付け替えましょうか。これで試してみると、よし、ちゃんと動くようになりました。実際に手で持った感じ、ちょっと重いけどギリ使えそうな感じかな。よし、じゃあこれで実際に戦ってみましょう。ビームはディフェンスモードで意外と痛いなとにかくいざもっぺん、いい感じのダメージが入ったんだけど、まだ壊せてないですね。もう一丁。お、いい手応え。よし、風力発電機を破壊できました。とはいえ、さっきの実践データを踏まえて最終調整していきます。実際に動かしながら細かい調整とかもやってるんだけど、なんやかんやっていい感じですね。よし、じゃあこれでもう一つ風車を破壊してみましょう。いざ。ビーム砲が落ちてきたってことは一撃で破壊できてますね。当たりどころが良かったかな。もう一丁。よし、これでやっぱ石には弱いのか。まずは今回メインで使いたいのはドローンなんだけど、以前の作業場所に移動するために荷物をまとめていきます。いざ。よし、屋形船まで到着。これであっち側に向かいましょう。まず今回やりたいのはドローンを使った移動装置で、ドローンは不思議パワーで無限に動くってあたりが最大の魅力なんだけど、最大の問題がその力を意図的に停止することができない。それをなんとか制御できそうな方法を思いついたので試していこうってな話なんだけど、ここからは実際に試しながらお話しした方が分かりやすいかな。で、今回はドローンがいっぱい必要なので、以前作ったフォムラを分解します。肝になるのが前回のアギトの動き。これでドローンの向きを制御します。基本はこんな感じなんだけど、もっとドローンを追加しましょうかね。で、単純に数を足せばパワーが上がるのかというと、ドローンとモーターの力のバランスが難しいんだよね。この辺はかなり試行錯誤してるんだけど、よし、だいたいこんな感じか。おー、ふわっと浮くくらいの力がありますね。おー、滑るように移動できる感じですね。もうちょっとチューニングすれば性能が上がりそうなので、またああでもないこうでもないってな感じで調整してるんだけど、よし、これでその辺を走り回ってみましょう。チューニング次第でいくらか性能を変えることができるんだけど、最高
高速って70キロ超えが出てるのでかなり速いですねで、この辺の砂浜のちょっと先は今回出発した地点ですね。序盤で使った屋形船の10倍以上のスピードがあるので余裕で到着します。いや、一応見えてたんだけどスピードがかなり乗ってたんでジャンプで飛び越えられるかなってで、準備の時に思ったのが最近は資材が増えて陸上でももうちょい積載量がある車両が欲しいんだよね。前回ほど大量の荷物を載せることは珍しいので実用レベルでもう一回り大きくしたいってな話なんだけど、ちなみに欠点クラートはキャタピラタイプのものが有名でキャタピラっぽい雰囲気を作ることで折り合いをつけます。で、欠点クラートの最大の特徴は先頭がバイクみたいになってるデザインなんだけどこれは文字通りバイクを使います。よし、だいたいこんな感じで大丈夫っぽいのでいっぺんこれで試運転してみましょう。いざ。おー、ちゃんと動くしハンドルでの方向転換もしっかり効いてますね。とはいえ上り坂に弱すぎるか。はい、さっきのを踏まえてパワー不足を解消してみましょう。さっきみたいに登りにくいところでは一時的にフルパワーモードを使うような想定です。よし、じゃあこれで行ってみましょう。通常の走行はさっきまでと変わらずであえてさっきと同じ場所に向かってみましょうか。勢いをつけつつ坂へのアプローチ角度を変えてよし、ここからフルパワーモードで突っ込むと坂をクリアすることができました。まず前回の試運転の続きからなんだけど総合点としてはなかなか快適な感じですね。ただこの急斜面だとどうかな。これだとフルパワーモードでも難しいか。先にさっきの試運転で問題があったところを直していきます。で、バック用の電池を1本から2本に増強。これで一通りの修正はできたので、ではいざ。この辺はちらほら敵がいるんだけどスルーして進んじゃいましょう。松ぼっくりに引火したのか。待てよ、荷物にニトロがあるやん。まずい、早く消火しないと。そんなこんなで序盤の試運転でたどり着いたあたりまで来ました。正面の急な坂は登れないのが分かってるとはいえ少し下がって勢いをつければよし、ここまではなんとかクリアできました。正面の坂もちょっと迂回すればいけるかってところなんだけどダメ押しでもうちょっと
よいしょよいしょ。よし、これで目的地まで到着することができました。そもそも自動装填がなんで難しいのかというと、この世界ではほとんど全ての物体が四角なので、滑るような動きができないんだよね。ただし、たった一つの例外がベアリング。重心をこんな感じで組み立てといて、基本はこんなもんでいいでしょう。よし、これでいけるか？あれ？よくわかんないんだけど、コンデンサー2つに増やして、これで試してみると、ちゃんと発射されましたね。謎は解けてないんだけど、ひとまずこれで話を進めますか。よし、じゃあこの玉をもう一個作って、まあ運が良ければいけるような感じかな。じゃあ次は球団の仕組みをどうするかなんだけど、いろいろ試行錯誤しつつも、まあこんな感じかな。運が悪いと誘爆しちゃうんだけど、比較的うまくいくので、今回はこれで進めます。いいんだけど、よく見たらこれ玉の構造おかしくない？これね、タングステンを両端につけてるので、弾頭側のタングステンにも通電して電力が分散してますね。なのでベアリングは発射と同時に廃墟するような仕組みに作り変えましょうか。ちゃんと飛んでますね。よし、あとはこれを最終調整していきます。で、一応地面への固定を解除した状態でも打てないことはないんだけど、移動後は地面に固定する運用にしときましょうか。よし、ではいざ。なかなかいいダメージが入りましたね。さらに示弾を装填して、いざ。よし、壁を破壊することができました。球弾時に弾が詰まったり、発射時に誘爆する問題があって、連射速度もいまいちですね。まあその辺は今後の課題にしときましょうかね。とにかくこれでエンジンをゲットできたので、次は久しぶりにこれを使ってみようかな。はい、とりあえずモーターとエンジンをご用意しました。で、まずモーターとエンジンは何が違うのかというと、モーターは電池で回る。で、こうやって何かを燃やしてエンジンに熱を伝えると回る。今回は直火以外の熱源を使ってうまく回せないかを試していくってな趣旨になってます。まずはタングステン。これは電気を通すと温度が上がっていくんだけど、ちゃんと回りますね。ただ今電池1本で動かしてて、じゃあこの電池1本でモーターがどれだけ動くのかというと、かなり元気に動くんだよね。なので
ターと比べると効率が悪いってな結果になるかな。次はビーム。敵が放ってくるビームは熱を発するので、これを使って回せないか。とりあえずビームをいっぱい当てれば効率が上がるか。痛い。これで確認すると、だいたい 300rpm くらいで回ってって、見た感じ悪くはないんだけど、これで武器みたいに使えるんじゃないかと向かってみたはいいものの、手持ち武器にしては無駄に大きすぎるか。私はこのゲームを4年近くやってるつよつよプレイヤーなので、どんな武器でも。はい、次はビーム発電。この無限の発熱を使えば無限に発電ができるんじゃないか。あれ？ちゃんと軸は最高速で回ってるように見えるんだけど、ちょっとこれはね、なんか回転数の表示がバグってるのかもしんない。原因はよくわかんなかったんだけど、とりあえず諦めときますか。はい、じゃあ次はロケットエンジン。これで試してみると、確かにいい感じに回ってはいるんだけど、燃料の体積と重さに対して燃焼時間が短いかな。はい、ここまでやった結果、明確に新しく実用化できそうな熱源はなさそうですね。とはいえ、ちょっとね、実験的に作った乗り物を用意します。これ一見昔使ってたトラックなんだけど、実はモーターをエンジンに変えてって序盤でお見せしたタングステン熱源を使ってます。とにかくいざ。これ今電池を5つ分使ってって効率はやっぱし悪いかな。当然電池が切れるのも早くって、これに関しては一応予備の燃料を持ってきてます。とにかく燃料も十分にあるので、あとは安心かな。なんやかんやってよし、スタート地点の島に到着しました。で、ここに飛行機が置いてあるんだけど、今回はこいつをエンジン飛行機として改造しようってな話なんだけど、この飛行機はもともと電気で動くようになってるので、その電流を流してやると、今回はこれでいいかな。ジョイント部分が燃えちゃってますね。モーターだと火を使わないので問題なかったんだけど、合金で作り直せば問題ないでしょ。これでいけるか？いまいち。この辺はああでもないこうでもないって感じで試してるので、映像自体は大幅にカットしてるんだけど、いざエンジン機として空を飛ぶことができました。実際やってみて難しかったのは
温度の調整だったり、他のものに燃え移ったり、エンジン自体が重かったりってなところではあるんだけど、一番面倒なのはオフにする時の仕組みかなこれは今回の仕組みとしては組み込んでないので、燃料を手動で外してます。まあ少しでも手が滑ったら大変なことになるんだけど、私くらいのつよつよプレイヤーであれば直近のアップデートで実装されたロボット、こいつを探しに行こうってな話なんだけど、前回作った飛行機もあるので、こいつで旅をしていこうかな。いざ。今向かってるのは少し前にいたリゾート地の方で、こっちを抜けた先がまだ未開の地なので、そっちを目指そうってな話ですね。ここにロボットがいれば解決なんだけど、おー、多分あれがロボット用のスポナーですね。お、ロボットを見つけました。ちょっとこっち向かないかな。痛い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 。周りが結構激戦区なので、素手で来たのは失敗。はい、偵察任務は無事完了したってことで、さっきの島を目的地として荷物を持って出直しましょうか。あった方がいいって意味ではもっと積みたい気持ちもあるんだけど、いざ。あれ？全然飛び上がる気配がないんだけど、この程度の荷物で飛べなくなるってのは考えにくいんだけど、全然ダメですね。で、細かくやっていけばいくつかの荷物は持っていけたんだろうけど、結論としてはゴムの実だけを持っていくことにしました。いざ。どのみちリゾート地まで移動さえできれば一通りの資材がある上に大量の資材を運搬できる乗り物も置いてあるので、まあどっちにしろ今はロボットと早く遊びたいので、それは将来的な話なんだけど、よし、これで無事に上陸でき、とりあえずこいつはお仕置きだべ。とにかくこれで間に合わせの武器ができました。くらえ。お、簡単に転びますね。見た目が怖いだけか。にしても敵のスピードが速すぎて、どりゃどりゃ、よし、今度は1体ずつ。どりゃ、敵の武器は短いので間合いの外から狙った方が戦いやすいかもしんない。うりゃうりゃうりゃ。よし、これでロボットを倒しました。昔作ったものでも現環境では当時思わなかった使い方ができたりもしたので、その辺の話をやっていこうかな。まずはじゃん、チャクラム。うちではどの作業場所に行っても1本は転がってるくらいのお気に入りですね。まずはこのドローン基地を片付けましょうか。
基地は何度も相手にしてるので、そんなに苦労せずに制圧できると言いたいところなんだけど、これすぐ裏にもドローン基地があって、こっちの基地はうちではタイプ2って呼んでるんだけど、誘導ビームが厄介で、あれはなかなか避けられないんだよね。なので、じゃん、これまた昔作った特に名前もないアタッキングシールド。この大きさでもプレイヤースキル次第でうまく防ぐことはできるんだけど、なんやかんやってよし、まだ邪魔な敵もいるんだけど、こいつらは一旦置いといて、これでやっとロボットの相手ができるか。いざ、ふりゃ、あ、私のチャクラも使っとる。ああ、なるほどね。さっき盾があった方が戦いやすそうだったので、これで行ってみましょう。ちなみにこの盾も昔使ったやつなんだけど、特に大した性能はないですね。ただロボット相手だと盾で押すだけで点灯させたりできるので、このシールドアタックは戦法としてはいいかもしんない。次、これも昔使った槍。地味に特徴的なのが、持ち手の防具の部分が大きいことで、風力発電機は誘導ビームを撃ってくるんだけど、方向はほぼ前面からなので、かなりな確率で防御をできる。まあこいつはかなり昔に作ったものなので、同じコンセプトでリファインすれば生まれ変わるかもしんない。はい、次、じゃん、光爆式武装コンゴ。こいつは防御を固めて正面を突破するタイプの武装なんだけど、腕の1本や2本もげるぐらいは想定内だし、実際ロボットに囲まれても数分間しのいだりするので、強いという言い方をすればかなり強い。はい、次、大型のチャクラムなら近づいた敵にダメージを与えて押し倒すってなことができるんじゃないか。にしてもこれ敵に当たった時に内側の刃が自分に刺さって、むしろ押し付けられてダメージを受けてますね。で、ここでいいこと思いついた。こうやって敵を押し倒したり引きずったりできる。ロボットはドローンと同じで水に弱いので、こういう戦い方もできるってな話なんだけど、こういうコンセプトでいくなら刃物である必要はないので、ここはまた何か考え直してみようかな。最後、ザマト。基地の壁に数万ダメージとか与える代物なんだけど、あれ？ロボット相手には不思議なくらい効かないですね。で、さっきはいまいちいいところを見せられなかったんだけど、こんな感じでドローンスパナーを一撃で破壊する威力はあるし、性能が落ちたってわけではないですね。まあ適材適所ってところかな。ちょっとね、発展型とかひらめいたのもあるので、そういうのもまたやっていきたいと思います。で、何をやるにしても深刻な問題があって、これロボットがその辺うろついてきて落ち着いて作業できないんだよね。
で、壁の材料としてはドローン基地の壁に使われてるプラスチック、建造物として使う量の資材を運ぶとなると結構な労働力なんだよね。そこで今回主に使っていくのは設計図。これを使えば物を運ぶ手間が減るってな算段です。こんな感じで柵をサクサクっと作っていきます。で、前回使った武器とかで応戦してるんだけど、あ、そうか、こいつが落としたセラミックスで刃物をつけて、おりゃ、ちょっと待って、かなりいいダメージが入ってるんだけど、頑張って作った武器よりも間に合わせて作った棒切れの方が強いってのは残念な気持ちもあるんだけど、これからはセラミックスの時代か。なんやかんやって、よし、これで防衛線が出来上がりました。で、この壁があった上でさらにこちらから飛び道具が使えれば最強では。以前使ったピッチングマシン、木のブロックくらいの重さだと余裕で飛ばすみたいなんだけど、今回試したいものの一つは設計図での装填。設計図で生成場所をスライムの上にすることで、ちゃんと飛びますね。一応思った通りの動きはしてるので、鉄の刃を飛ばしてみると、これ的が薄いせいですり抜けたりもしてるんだけど、近距離とはいえこの距離でこの的なら十分なダメージを与えてますね。この重量弾をそこそこ飛ばせてるので、あとは飛ばすもので調整しようかな。で、ロボットを狙いやすい位置がいいんだけど、よいしょ。じゃあこれで実際にロボットと戦っていきます。いざって言いたいところなんだけど、相手が動くのって狙いをつけるのが難しいな。ダメか。あ、当たった。どうもね、ダメージを与えた様子はないんだけど、足を引っ掛けましたね。そんなこんなで試してるんだけど、とにかくいくらか連射してると、当たった。こんな感じで転倒させることは何度かできてはいるんだけど、これだと何発当てても倒すことはできないかな。実績に関しては一見残念な結果にはなってるんだけど、ドローン基地の柱とビーム砲を1個壊してるんだよね。これ自体はまぐれ当たりではあるんだけど、一定の成果はあると言っていいんじゃないかな。で、ここでなんと入ったー。今回実装されたのが要塞のボスとなると、早速こいつを倒しに行こうかな。で、まずは要塞。この島に着いた時に少し先に要塞があることは分かってるんだけど、あっちに飛行機を置いてあるので、あれで上から偵察してみましょうか。いざ。で、
上から見ながらどこから突入すればいいかどうかを考えてるんだけど、入り口の近くにスポナーがいっぱいあったり、視界が悪すぎて突入タイミングが難しそうな場所とかが多いかな。一番リスクが少なそうなのはこの辺かな。はい、無事に偵察が完了したので、ここからちゃんと武器を持っていきましょうか。そもそもこんな装備で大丈夫かって感じなんだけど、とりあえずこれで行ってみましょう。作戦通り目の前にある自爆ドローンのスパナーを壊せればなんとかなるか。ちょっといきなりめちゃくちゃだよ。もうもっぺんおりゃ。おお、一撃でドローンスパナーを破壊しました。それでも他のスパナーは生きてるので油断はできない。とりあえずボスと一騎打ちができそう。いざ。自爆ドローンが絶妙なタイミングで邪魔してきたんだけど、とはいえ敵が少ない今なら、うりゃ、ヒットはしたんだけどダメージがほとんど通ってない。硬すぎますね。はい、これでリベンジ。やったかやってない。第2形態に変身しましたね。前回ボスと戦って第2形態まではできたんだけど、こいつと戦うための装備が欲しい。まずは資材集めをします。で、土を潰したり風車を壊したりして資材を集めていくんだけど、なんやかんやってよし、重装甲車が完成しました。これね、以前使った ACV をベースにしてドリル戦車の外装みたいに装甲を追加してるような感じですね。ではこれで行ってみましょう。今回はほぼ突撃する想定なのでこれでいいとして、とにかくこれでボスと戦うことがいや、何をやりたかったんだみたいな流れになってるんだけど、実はここまでは想定内。ここから光爆式武装竜装。これ何がやりたいのかというと、敵の要塞内への資材の搬入。車体自体が盾であり武器の材料でもある。この発想は以前の装甲車ハテナと同じコンセプトで、つまり敵拠点の中に自分の拠点を作るってな感じで再挑戦してるわけなんだけど、ちょっとね、初手でボスに検知される位置まで進むのは失策かもしんない。もう少し手前で停車するか。これでいざ。この竜装は刃が折れることも想定内なので、ちょっと待って、さすがに3発以上は無理っぽい。で、そもそも敵が飛んでって当たりそうにないので優美に装備変更。とはいえ
なかなか難しい。っていうかね、この流装流尾を今回使うってのは直前に思いついて急遽導入したってのが正直なところで、こいつらの適切な出番はいずれまた用意するとして、ちょっと泥臭い戦いをしましょうか。部品をいろいろと盾として使いながらボスの近くに寄って一撃食らわす作戦。これはこれで言うほど簡単な話でもないんだけど、よし食らえ。浅かったか。とにかく戦法としては盾と回復を使いながらヒットアンダーアウェイで、うりゃやったか。いや、やってないですよね。やばいやばい。ビジュアルもかっこいいしダメージもかなり強そうですね。どうにもこの状況で勝てる気がしないので戦略的撤退。はいドーン。倒幕式武装カムイ。ボス戦のために用意した今までの武装の集大成とも言える装備なんだけど、目立つ部品としてはホムラのブレードかな。アギトと同じようにトリガースイッチで稼働するようにしてます。浮遊する力はドローンを使っていて、飛び猿での重量バランスのノウハウが大きいし、プラスチックで防御を固めてるのは本郷のテイストが大きいかな。まあとにかくこれで戦ってみましょう。いざ。初手で間合いを詰めてぶった切れればベストなんだけど、自分のスピードが速すぎて制御が難しい。レーザーが来た。うまくシールドを使えば本体へのダメージなしで防げますね。とはいえ今ので左側のシールドはほぼ壊滅。他の敵も残っていて、特にやっぱし自爆ドローンが厄介かな。自爆ドローンをかわしながらはい、ちょっとね、さすがに周りの敵が邪魔すぎるのでちょっとお掃除しましょうか。全部やっつけちゃうと逆にいい絵が撮れなくなっちゃうんだけど、さすがに邪魔すぎる。よし、じゃあリベンジってな感じで何度か試してるんだけど、やっぱなかなか難しいかな。ブレードは1本でも残ってたら戦える想定で4本つけてるんだけど、最悪配線系統をやられたりして全然動かせなくなることもあるのが痛いかな。とかなんとか言いながら、いや浅かったか。ブレードがセラミックスだったら今ので倒せてそうなんだけど、実は今回は簡単に入手できる資材だけで最強装備を作るっていうコンセプトだったので、これだけ重量とスピードがあれば鉄でもいけるかと思ってたんだけど、はい、ここまでの戦いを踏まえて再調整します。ブレード部分は
実はセラミックスがいくつかあるので、刃先にこれをつけときましょう。で、外装につけてる鉄の刃は体当たりで使えるような想定ではあったんだけど、軽量化の意味で減らしときます。なんやかんやって20キロくらいの軽量化ができました。名付けてカムイ錦。いざ。機動力が格段に上がってる。行くぞ。くらえー。今のは惜しかった。まだ飛べる。まだ。うわー。くそ。もう少しだけ。もう少しだけ当たりが良ければ。なんとかあと一発。次こそ。いけー。おー。やりましたー。とにかくこの世界のボスを倒したことってゲームクリアーってことで、タイトルにも最終決戦である通り、この物語はこれで最終回となります。で、ファーストシーズンが無事最終回を迎えたところで、次回はセカンドシーズン新たなる旅立ちやっていきたいと思います。ということで2025操縦編前編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。結構駆け足で流してるので細かいところが気になる方はぜひ単品の動画の方もご覧いただければと思います。で、この後は新しいワールドで新しく冒険を始めていくわけなんだけど、引き続き次回は2025操縦編後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。